は風産卵だ。鎧を身にまとっていなくても俺についてくれば世界を冒険できる。ここは本当に美しい。本当の美しさは中国にあると信じてほしい。今船に乗っている兆候と崩壊する湧水川を進んでいる。今回のサバイバル地へ向かっている。原始の森へ入り81日間の冬季サバイバルに挑む。湧水川沿いは森が密集し動植物の資源も豊富だ。これは狂気じみた挑戦になる。未知に満ちた荒野で過酷な環境の中81日間生き抜けるかが試される。景色は美しいが吹きつける冷たい風が教えてくれる。今回のサバイバルは甘くない。船を操縦するアンさんが言っていた。この干上がった川を進めば原始林の奥へ入れると俺の冒険はここから始まる。さようなら、バイバイ。ここからは一人で進む。峡谷に沿って上へ進まなければならない。傾斜がきつく高低差も大きい平らな場所を選び衣服を脱ぐ。ここからサバイバルが始まる。この峡谷は両側が刃物で切ったようだ。ここは拠点を作るには向いていない。峡谷に沿って進み続け突破できるか試してみる。そして地形が平らで傾斜の緩い場所を探す。これが今回持ってきた全ての装備だ。この小さな袋の中には充電ケーブル、モバイルバッテリー、塩1缶、ナイフ1本、唯一の護身用だ。船頭が言っていたこの森にはツキノワグマの活動痕跡がある。さらに信号ブースターも持っている。パソコンはデータ保存用だ。外付けハードディスクもある。生活が安定し食料が確保できたら素材を簡単に編集する。わずかな電波があればパソコンでブースターに接続できる。その後素材を編集担当に送る。これはソーラーパネルだ。リチウムバッテリーもある。雨が来た。装備を片付けないと。バッテリーとドローン、ソーラーパネル、GoPro が4台、そして新しく買った夜間撮影用カメラも、それから各種充電ケーブルと電池、最後はマイクだ。最悪のスタートだ。運よくにここには食べ物がある。なんとか雨はしのげる。パンツは脱がないでおく。以前の
竹林山サバイバルでは最初の10日以上パンツを履かなかった。だから下半身が腫れてしまった。今回は体重を増やしてきた。今の体型を覚えておいてほしい。今回のサバイバルは未知に満ちた極限の挑戦だ。覚悟を示すため上着を脱ぎ前へ進む。晴れた日を選んで始めたはずだった。だが入った途端に雨が降った。電波は全くない。今は雨が止んだが気温が急激に下がっている。さあ進み続ける。甘い。実は小さいが荷物が重すぎる。だから僕はこの野生果実で体力を補給する。寒梅はバラ科の植物だ。葉はハート型に近い。果実はビタミンが豊富だ。野外では一度に満腹になる食料を得るのは難しい。だから少しでも無駄にしない。少量をこまめに食べる。やり方を変える必要がありそうだ。道中で魚のたまり場を探したが何も見つからなかった。低木の中の方が歩きやすそうだ。主に服や靴を作る材料を集める。重い荷物で小石を踏みはかなりきつい。ここは森がとても密集している。落ち葉も分厚く積もっている。歩き心地は悪くない。足元に鋭いトゲが刺さるとそれでも悪くない。この先は進みながら服や靴の材料を探す。なぜか少し触れただけなのに猛烈にかゆい。本当の試練はまだ始まったばかりだ。だんだん荒野らしくなってきた。この木はとてつもなく大きい。そしてこの先は大木ばかりだ。あっ、首が。これは巨大な野生の夏目の木だ。冬なので実はすでに落ちている。もし秋にこんな大きな野生夏目の木を見つけたら少し手入れするだけで木の下にシェルターを作って暮らせる。この森は原始的で趣がある。まだ少し入っただけなのに木々がとにかく巨大だ。正直少し興奮している。なぜならこれから何が起こるかわからない。ここにヤシの木がある。ここにも一本。そしてこっちにもある。このヤシを希望の木と呼んでいる。葉はシェルターの材料になり防御性にも高い。繊維は加工や保温材に使える。
さらに、ワカメは食べられる。まずは葉を使って簡易的な衣服を作る。そして、歩きやすくするため、靴も作る。後で適した材料を集めて、防寒用を作る。霜の時期や雪の季節に備えるためだ。材料は集め終わった。処理する後、編んで衣服にできる。この繊維はかなり硬い。だからトゲを取り除く。寒すぎて丸まりたくなる。材料はほぼ揃った。あとは弦を少し集める。草の服も一応完成だ。研いで靴を作らないと。ないと、この河原は歩くのが大変だ。今日は本当に色々あった。朝は天気が良くて、途中で少し雨が降る。だから、冷たい風の中で材料を集め、服を作っていたら、また日が差してきた。まず、足の長さを測る。だいたい40センチほど残す。足の長さより6から7までセンチ長ければ十分だ。ついに靴が完成した。服の防寒性は高くないが、擦り傷を防ぐことはできる。靴の効果が一番大きい。これで編集担当の負担も減るだろう。ナイス！サバイバルの道、ここから始まる！まず、寝る場所と木を確保しないといけない。この辺りは木がとても大きい。洞窟がある。今は夜明けまで耐えるしかない。前方でこの川を選ぶ。干上がっているからだ。私の経験からすると、こういう場所には魚がたまる水たまりがある。でも今は魚どころか水さえもない。まずは水を確保。次に今日のキャンプ場所を探す。花が枯れている場所があれば水源が近い証拠だ。
植物が枯れている場所の近くに半径500メートル以内に水があることが多い。この辺りは木が大きい。ここには薬草が至るところにある。天然サプリみたいなものだ。洞窟がある。もうはっきり見える。ここはいい場所だ。雨が防げる。視界も開けている。これは化石かもしれない。どれも同じ大きさをしている。鉄筋を刺してコンクリートを流したみたいだ。厚く敷けばクッションになる。今日はこれでなんとか耐えるしかない。乾燥具合は悪くない。肝臓を敷くのも悪くない。このバッグを背もたれにして今のところ大丈夫そうだ。今日は体力の消耗が激しいから寝ることにする。そうしないと夜中になったら多分眠れなくなる。夜明けまで耐えるしかない。おはよう。軽く体を動かすとだいぶ体が温まった。すぐに出発して進み続ける。この雑草の中を進むのは本当に大変だ。下半身が完全に濡れてしまった。今日は天気が良さそうだ。それじゃこのまま水を探しながら進む。できれば乾いた素材を見つけて服を作りたい。もう寒くて鳥肌が立っている。よし、カメラはここに置いておく。周りで服を編める材料を探してみる。この渓谷は湿気がひどい。30分近く探した後、ついでに周囲の地形も確認した。乾いた材料は見つからない。仕方なく新鮮な素材を使う。そして太陽の熱と体温で乾かすことにする。これで行こう。だいたいこんな感じだ。防寒性はほぼゼロだろう。でも乾けば多少は使える。だから応急的なものに過ぎない。今の一番目的は藪の中を進むことだ。昨日はトゲで足を引っかいた。材料が見つかれば防寒用を作る必要がある。次に急いで解決すべきは水と死だ。食べ物は1週間なくてもなんとかなる。だが3日水を飲まなければ完全に限界だ。
この地には水が一滴もない。地図で泉があるはずだったのに全く見当たらない。長い時間歩き続けているし、太陽にもずっと照らされている。それでも前方は急に湿っぽくなってきた。つまり地下に水がある証拠だ。太陽で地面が温まり、水が染み出しやすくなる。進むほど湿ってくる。少し水は見つかったが、これは理想的な水源ではない。とても不安定だ。数日前に雨が降った。山から染み出してきただけかもしれない。だからこれは長期的な飲み水にはできない。でも少しなら大丈夫。苔はもともと湿った環境では地上の20倍もの水を吸収できる。しかもここには地下水の染み出しがある。だから水はかなり豊富だ。正直、少し澄んだ水を飲んでも喉の渇きはあまり解消されない。やはり地表水を見つけないといけない。いいものを見つけた。これは野生の牡蠣だ。でも木はそれほど大きくない。うわ、藪が深すぎる。ナイスだ。ゆすって落ちるか試してみる。これは完熟している。落ちて少し傷んでいるけど。種は吐き出す。種を飲み込むと後で便秘になるから。これは完全に割れてしまった。味は悪くない。本当は木に登って落とすのが一番だが、全部潰れてしまう。でもそんな時間がないから急いでいくつか食べて水と火の確保に向かう。さっき鳥の鳴き声を真似してみた。正確ではないが別の鳥が反応してくれた。予想通り地表水は近くにあるはずだ。水の音が聞こえる。干上がった川筋をたどってきた。高低差はそれほどない。水は枯れているが魚がたまる淵ができているはずだ。水量は少ない。
上から流れ落ちてきた。上にマンゴの木がある。しかも水の中に魚がいる。本当に最高だ。でも今はそれを取るつもりはない。周囲で適した場所を探してキャンプを張る。まず解決するべきは寝床と火だ。太陽はまだ高い。火は後回しでいいから、火起こしの材料は太陽に乾かしてもらいながら先に住む場所を確保する。ここは仮のキャンプ地には使える。水源を見つけたから、この周辺でより高級的なシェルターを探す。洞窟には何度も泊まってきたが、この地形ならもっと適した住処があるはずだ。いいね。いいね。めちゃくちゃいい場所だ。見てみよう。スペースは悪くない。ここは少しずつ平らにできそうだ。それから3つの区画を作れる。この辺りは寝る場所だ。真ん中はキッチンで薪を置く。もし掃除するなら、これは俺のシェルターになる。まずは寝る場所を平らにする。それからすぐに火起こし用の材料を集めに行く。とりあえずこんな感じでいい。適当に物を敷いておこう。今日はここまでだ。次に薪と火起こしの材料を集めに行く。薪はだいたい集まった。谷間だから少し湿っている。火起こし用の材料は上の方に行かないとダメそうだ。この苔、触ると結構乾いてる。加工として使えそうだ。乾燥を保つため。一番の理由は取りにくいけど、OK！ 日が沈むの早すぎる。もう地面に炉が出てきた。火起こしは必ず乾いた低木を選ぶ。まあ全部持っていこう。薪も準備できたし、次は火起こしだ。うわあ、鳥肌立つ。まずは穴を掘る。仕切り棒の下の部分、この樹皮は剥がす。上は削らない。滑りすぎて摩擦が出ない。まずここに小さな穴を開ける。小さい穴ができた。それからこれを入れて摩擦させる。できた。次は翡翠を作る。この翡翠の役割は火種がすぐに下に落ちるようにする。
まずは熱をためる。焦げた匂いがしたらスピードアップ。疲れた。休んでからもう一回やろう。さっきはかなり煙が出たけど、結局火はつかなかった。材料が少し湿っている。正直かなりきつい。一つ方法を思いついた。バッグの中身を全部出した。中に人が入れるか試してみる。今回は大きなミスをした。服をちゃんと作る前に着ていた服を燃やしてしまった。皆さんに忠告したい。野外の探検では必ず防寒用の装備を持ってください。おはよう。昨夜は一昨日よりマシだった。昨日その場で作った服は全部破って捨てた。次に一番大事なのは火を起こすこと。今は太陽の下で作業している。成功率が高くなるはず。手に泥をつけて摩擦力を上げる。煙が出てきた。やっぱり材料が十分に乾いてないかも。だから火がつかなかった。大きいと小さい土台を3つ作った。それから場所を選んで干す。こういう環境で乾かすときは、火起こし用の材料は必ず苔のない石の上に置く。草の上はダメだ。先に何か食べよう。洞穴のそばに一株のキバナの甘菜がある。小さいけど、これでも7、8年育っている。この節一つが1年分だ。7つあれば7年。
すんごく甘い。これは正直予想外だった。この季節だと経験上にキバナの甘菜の茎はもう枯れているはず。でもこれはまだ新鮮で緑の葉も残っている。火起こし用の材料は干してある。長い時間が必要だ。その間に新しく保温性の高い服を作る。野外活动保暖很重要。我熟悉下周围环境，寻找能够快速制作保暖衣服的材料以及食物。前面发现的金属是很好的材料，但是制作能够御寒过冬的衣服是很好的，能够选择干柴，等以后可以收拾再给它。このくらい集めた材料があれば服を作るには十分だろう。ここで新しい油切りの木を見つけるとは。食料を確保できた。昨日は移動を急いでいたから身をゆすって落としたことが原因でほとんど潰れてしまった。次は木に登って綺麗な状態で取る。この木は細すぎる。しかもすごく滑るから登っちゃダメだ。噛み取って落とそう。ゆすって落とすのは確かに楽だ。でも潰れるのが多い。柔らかすぎて持ち帰れないだ。味は悪くない。糖分も多めだ。さて、また拠点に戻ろう。材料の乾燥は悪くない。だからまずはパックに入れておく。次は火起こし前の準備だ。昨日は苔を加工に使ったけど、今日は服を編む素材を加工に使う。これはかなりいい。1時の加工だ。次は2時と3時が必要する。こういう細い枝を集めて2時用の焚き付けにする。必ず木の上のものを選ぶ。手で触れる部分は樹皮を巻いて、今はかなり滑らかになった。摩擦しても手を痛めない。これがドリル穴だ。次に V 字の溝を作る。火種が溜まれば火起こしできる。V 字溝は穴の約3分の1が目安だ。
摩擦でできた火種は中にある。まだ炎は見えないから、そっと仰いで炎を出させる。ほら、火がついた。しっかり乾かした材料は、やっぱり違う。一発、成功だ。そっと持ち上げて、加工の上に乗せる。必ず優しくな。サバイバルでは火が本当に重要だ。体を温め、低体温を防いでくれる。食べ物を調理できるし、危険な野生動物を遠ざける効果もある。もう足の感覚がなくなってきた。やめだ。火が消えてないよな。次はもっと保温性のある服を編んでいく。双方を1枚作り終えた。これを7から8まで枚作ってつなげれば暖かい草の服ができるな。じゃあ引き続き作業をするか。ようやく服の材料が編み終わった。あとは紐でつなぐだけだ。前に集めたカジの木。その樹皮の繊維がとても豊富で、紐にするとすごく丈夫だ。ちょうど服をつなぐのにいいな。野外での紐作りはとても重要な技術だ。まず交差させて、手前を前にねじる。後ろに引く。それから前にねじって後ろに引く。これを繰り返す。なかなかいい感じだ。7から8まで本は必要だな。紐はだいたい足りたかな。気温が一気に下がってきた。先に服をつなげておこう。完成した。本当に寒かった。どうだ？やっと暖かさを感じる。これが限界だ。でも本当にかなり楽になった。さあ寒すぎるから火を大きくしよう。それから今日中にズボンも編み上げたい。次はズボンを完成させる。おはよう。今日は4日目だ。昨夜は前の2番よりずっと快適だった。
これは全部昨日の夜にズボン用に編んだ材料だ。明け方に少し雨が降って気温が急に下がった。それでズボンの材料がまだ少し足りない。火を埋めておこう。この天気で火が消えたら絶対に生き延びられない。これは乾いた草木灰を一層かぶせた。空気の流れを抑えて薪がゆっくり燃える性質を利用している。それじゃあズボン用の材料を集めに行こう。雨の後、この岩が本当に滑りやすい。この水、歯にしみるほど冷たい。野外ではできるだけ生水は飲まないよ。寄生虫に感染しないため、飲まないといけないときはこういう流れている水を選ぶ。寄生虫に感染する確率が少し下がる。冬の雨に打たれると体が風邪をひく。足の指が真っ赤になっている。スピードを上げよう。この水骨まで痛くなる冷たさだ。でも大丈夫。避難場所に着いた。煙が出てる。火はまだ燃えている。この靴、石を踏むより冷たい。さあ、火を起こし直そう。足が温まったらズボンを編み始める。濡れたものはそばで乾かす。もう乾いた。少し太めの紐を作る。ウエストベルト完成した。外がパチパチ音を立てている。雨なのか雪なのかわからない。よかった、雨だ。でも雨でも気温はかなり下がる。先にズボンを編もう。その後で次を考える。今は体がかなり寒い。一番は足だ。でも問題ない。保温性はなかなかいい。上着とズボン、今は全部できた。しかも少しは暖かい。でも今は脱いでしまおう。薪がもうあまり残っていない。服とズボンを脱いで薪を集めに行く。乾いた着替えがあるし、薪を束ねるつるもシェルターから持っていく。大きい薪は皮を少し剥くだけで乾けば1本で長く燃えてくれる。ちょっといいものを見つけた。
これは群生する植物だから周りを探せばきっと見つかる。もういい、やめだ。足が地面に触れても感覚がなくなってきた。火が消えてないよな。火花がある。まだ生きてる。まずは全部しっかり乾かそう。手の動きも鈍くなってきた。ようやく体が戻ってきた。さっきまでは手が冷えて感覚がなかった。でも今は温まった。痛いな。この草の束もそばで乾かそう。乾けば夜はもっと暖かく眠れる。よし、薪は確保できた。火の勢いもだんだん増してきた。それに食材も少し手に入った。焼けたらごちそうだ。今は草木灰の中に埋めておく。残りは時間に任せよう。いい香りだ。焼き上がったじゃがいもだ。結構甘い。今は太い薪を燃やしている。寒くなったら目が覚めるからだ。今は火も服もある。明日はいい天気になるといいな。もっと食べ物を手に入れられるように。一度きりの満腹より毎日食べられることの方が大事だ。これはさすがに高すぎる。無理だな。諦めよう。今日は天気も悪くない。潮も少し上がってきた。そろそろ外に出て食べ物を探しに行くとしよう。草木灰で埋めておいた。サバイバルを続けるにはやるべきことをきちんと把握しておく必要がある。今は火もある、シェルターもある、水もある。次に必要なのは食料だ。果肉はきれいな黄金色だ。あそこだ。さっき栗を拾った場所の少し上に7から8まで子はありそうだ。まずは魚を見かけた場所へ行ってじっくり様子を観察する。一度の満足より継続できる食料が大切だ。この下に落ちたキオウリを魚が食べている。次は鶴を集めて魚かごを編む。
かなりしなやかで丈夫だ。仕掛けの骨組みは十分揃った。あとは釣るだけだ。少し大きめの木を見つければ、その周りには鶴が豊富にある。まずは魚かごの底から編んでいく。底は目を細かくする。こうすれば魚は逃げられない。これで底は完成だ。鶴で輪を作り、形を固定する。足の感覚がなくなってきた。全身に鳥肌が立っている。それでも作業を続ける。この2つの魚トラップを作るのは多少時間はかかったが、十分やる価値はある。罠は完成したが、今はまだ仕掛けない。さっき見つけたキオウリ詰まり、9月期はすでに完熟している。まず実を摘み取ってから罠を仕掛ける。これが9月大きの鶴だ。実は全部あの大きな木にある。登るのは少し厄介だ。ちょうどあの辺りだな。登るなら服を脱いだ方がいい。細かい枝が多くて服が引っかかると本当に危険だからだ。木から振りはアケビ科の植物で他の木に絡みついて育つ。小葉の木から振りは9から10まで月に熟し、大葉のものは冬まで実がなる。中身がほとんど残っていないトリカリスに食べられたようだ。これはもう諦めるしかない。労力と収穫が釣り合わない。上の方にある9月期もおそらく同じだろう。しかも手足がしびれてきた。弦をつかむのも安定しない。やっぱり高すぎる。もし落ちてこの茂みに落下したら、ここは完全な無人地帯だ。1年や2年誰にも見つからないかもしれない。降りよう。無理はしない。今回の収穫は小さい実が2から3まで個だけだ。とりあえず漁の道具を設置しに行こう。それからシェルターで火に当たる。餌には腐った9月期を使う。
これは一番深い場所に置こう。よし、もう割れている。木から落ちて割れたんだろう。これは猿の糞かもしれない。よし、シェルターに戻って火に当たろう。もう限界だ。時には足元ばかり見ていてはいけない。少し顔を上げて遠くを見渡してみる。すごく細いつるだ。3つもある。どうだ、この3つ。綺麗だろう。これが9月期の葉だ。焚き火のそばは本当に落ち着く。温かいものを食べるのは久しぶりだ。これを草木灰の中に入れてじっくり焼いてみる。どんな味かちょっと楽しみだ。これは種ごと食べられる。消化されにくい種が腸内の掃除をしてくれる。少し焼きすぎたけど、触るとまだ熱い。これは本当にうまい。外側の皮は焼けて粉を吹いた感じだ。煮た里芋の皮にちょっと似ている。焼くと少し縮んで果肉が自然に剥がれてくる。水分が抜けて甘さが増す。まるで蜂蜜みたいだ。キカラフリは牛卵とも呼ばれるタンパク質やアミノ酸が豊富だ。体に優しい野生の果実だ。どうだ、悪くないだろう。